ぽちゃこ酒。乾杯。北海道の郷土料理晩酌。皆さんこんばんは。みけぽのんべえぽちゃこ酒です。本日は旬の秋鮭を使った和食料理で乾杯させていただこうと思います。本日のメニューは鮭のちゃんちゃん焼き、鮭の白子の塩焼き、鮭の白子のポン酢和え、白菜のおしんこ、麦ご飯にお味噌汁です。それでは本日のレシピはこちらです。まずは冷凍庫に冷凍してある鮭の白子を解凍します。解凍した鮭の白子から血管を取り除いていきます。鮭の白子にはこのように1本太い血管が通っております。こちらの血管は生臭くなる原因となってしまうので、しっかりと包丁と手を使って取り除いていきます。包丁でこのように削ぎ落としながら引っ張っていくときれいに取ることができます。うまくいくとこのようにスルーッと血管が取れます。慣れてきたのか、こちらもスルッと血管が取れました。それでは鮭の白子を塩もみしていきます。お次は鮭の白子に爪楊枝で穴を開けてまいります。こうすることで臭みが抜けます。日本の水道水を加えていきます。こうして一晩置くことで臭み抜きをしていきます。お次は白菜のおしんこを作ってまいりたいと思います。まずは白菜の一枚一枚に日本のお塩を塗りたくっていきます。今回白菜のおしんこが食べてみたところ、かなりしょっぱく出来上がっていたので、皆さんは私が塗っているお塩の量よりも少し少なめに作っていただけると幸いです。さも自分が手塩にかけて育てた娘のように白菜の一枚一枚の間にお塩を塗りたくっていくのです。この時に使うお塩は日本の海から取れたお塩を使用してください。海外の岩塩などは日本料理には合いません。ですから必ず日本のお塩を使用してくださると嬉しいです。お塩の量は少なめに、かつ一枚一枚丁寧にお塩を塗りたくっていく、この作業を繰り返し、上に重しを置いて一晩水抜きします。それではお次は手作り味噌を作ってまいりたいと思います。押し入れから玄米麹を取り出したら、冷蔵庫から生おからも取り出していきます。それではミキサーで玄米麹を細かく砕いていきます。私は絶賛ダイエット中のため、普通の米麹ではなく乾燥玄米麹を使用していますが、ダイエット中でない方は普通の白い米麹を使用しても大丈夫です。それでは乾燥玄米 500g に対してお塩を 70g 測っていきます。ちょうどソルトボックスのお塩がなくなっていたので追加して、ついでに 70g 測っていきましょう。外の工事音がうるさいですがご了承ください。それではミキサーにお塩を加え、さらに攪拌していきます。5合炊きの炊飯器に 500g のおからを加えていきます。炊飯器のザーに火をかけて、だいたい 300ml ぐらいのお水を加えていきます。だいたい温度が60度ぐらいになるまで熱していきます。温度計は電池のいらないアナログなものがおすすめ。ちょっと水が足りないようだったので 100ml ぐらいかな、加えていきます。もうちょっと加えていきます。だいたい温度が60度ぐらいになったところで、先ほど攪拌した乾燥玄米麹を加えていきます。
炊飯ジャーの直径が思ったよりも小さいので、こぼれないようにゆっくりと注いでまいります。混ぜていきます。最初混ぜるときはもったりと重いのですが、2、3分混ぜると混ぜやすくなってきます。炊飯ジャーの中に入っているものの空気が抜けるように平らになじませていきます。こんな感じになったら炊飯器の保温機能で8時間お味噌を熟成させていきます。その際は必ず乾燥を防ぐために濡れタオルをかけてあげてください。保温を押すのを忘れずに。一旦寝て次の日の仕事終わりはウキウキ気分で車を走らせます。家に帰ったら早速もち麦を炊いていきます。最近は健康のために白米ではなくてもち麦 100% ご飯をいただいております。それでは一晩置いた鮭の白子はこのようにぬめりが出て、ぬめりや臭みが取れた状態になっております。シンクに流れるお水もぬめりが取れ、ぬめぬめしてます。それでは下処理した鮭の白子を刻んでいきます。だいたい3センチ角に刻んでいきます。鮭の卵巣は筋子、鮭の精巣を白子と言います。ここで水を張ったお鍋に火をかけます。お魚焼きグリルにはアルミホイルを敷き、鮭の白子を乗せていきます。白子を半分乗せ終わったら、お魚焼きグリルを中火にセットします。沸騰してきたお湯にもう半分の鮭の白子も加えていきます。焼きの方が半生になってきたら、1本のお塩を振っていきます。器に氷水を用意します。鮭の白子が茹で上がりましたら、ざるでこして氷水で冷やしていきます。カランコロンという音が涼しげでいいですね。氷水でキンキンに冷えた鮭の白子に昆布ポン酢を回しかけます。その上に大根おろしと柚子胡椒を飾ります。そろそろ焼きの方もいい焼き加減になってきたようです。さらに取り上げます。大きすぎるアルミホイルをお皿のサイズにカット。一晩漬けた白菜のおしんこはこんなに水が出ます。それではおしんこの仕上げです。白菜を5センチ角に刻んでいきます。水分の抜けた白菜はとても柔らかくて刻みやすいです。それでは白菜の葉一枚一枚の間に昆布を挟んでいきます。今回使用している昆布は細切りの乾燥昆布です。お味噌汁のお出汁に昆布だしを使う方は、出汁を取った後の昆布を細切りにして白菜の一枚一枚の間に挟んでも大丈夫です。お出汁を取った昆布も捨てるのではなく美味しくいただく日本のもったいない文化はとても素晴らしい文化です。保存容器に入れて保存します。今日食べる分を器に盛り付けていきます。昆布を上の方に飾ったら余った白菜のおしんこはフードセーバーで密閉してから冷蔵庫で保存します。キューイーンという音がしたら密閉されている証です。冷蔵庫の品数が増えて嬉しいですね。手作り味噌も完成したようです。お味噌は2つの容器に分けて、1つの容器は冷凍、1つの容器は冷蔵保存します。よいしょ。こちらのお味噌は冷蔵で30日ほど持ちます。保存する時も空気が抜けるように平らにしていきます。手作り味噌の完成です。それでは早速ちゃんちゃん焼きのソースを作ります。お味噌大さじ1杯、お酒大さじ1杯、みりん大さじ1杯、お醤油大さじ1杯、味の素5振りです。混ぜたら完成です。それでは冷凍庫から生鮭を取り出し解凍します。解凍できたら骨抜きに入ります。
鮭の骨は割と太く綺麗に整列しているため取りやすいです。骨抜きが終わったら5センチ角に刻んでいきます。今回使用している包丁が刺身包丁のため若干斜めに刻んでおります。鮭を刻んだらえのきをほぐし、もやしも用意します。ここで用意するお野菜は冷蔵庫にあるお野菜何でも大丈夫です。それではアルミホイールにえのき、もやし、鮭の順番で盛り付けて、先ほど作った味噌だれをたっぷりと乗せていきます。そうしたらソースが漏れ出さないように丁寧にアルミホイールを包んでいきます。思ったより具材をたくさん入れてしまったのでアルミホイールを追加して巻き巻きしていきます。アルミホイールが全体に包まさったらオーブンに入れていきます。オーブンでは220度で20分じっくりと焼いていきます。20分後、美味しい香りが漂ってきました。それでは鮭のホイル焼きオープンです。お皿に乗らないアルミホイールはカットしていきます。最後に手作り味噌でお味噌汁を作ります。手作り味噌大さじ1杯、青さ少々、本だし少々、お湯を注いで混ぜます。完成です。それでは早速テーブルのセッティングに移ります。プチッと美味しいもち麦ご飯も炊けました。熱々ご飯とお味噌汁をセットしたらセッティング完了です。北海道名物秋鮭のちゃんちゃん焼き、紅鮭331円の 20% 引きで264円、そのうち可食部132円、えのき1房80円、うち可食部40円、もやし1袋30円、うち可食部15円、合計187円。鮭白子の塩焼き、鮭白子195円のうち可食部97円。鮭の白子でとろける白子ポン酢、鮭白子195円のうち可食部97円。大根おろし少々3円、合計100円。あると嬉しい白菜の自家製おしんこ、白菜100円の 50% 引きで50円、うち可食部7円。超健康的もち麦 100% のもち麦ご飯、お茶碗1杯35円。青さが下に沈んじゃったけど青さの味噌汁、お味噌少々、お味噌少々5円、青さ少々2円、合計7円。本日のお飲み物は大分麦焼酎二階堂の炭酸割りです。縛れるわー。鮭のちゃんちゃん焼きの季節ですね。濃厚白子も絶品です。北海道の郷土料理晩酌、合計433円です。命に感謝していただきます。乾杯。本日も始まりました。ミケポ一人晩酌。仕事で疲れ、ほぼ死んでいた肝臓が生き返りました。ひんやりと冷えた口の中に熱々のお味噌汁を流し込みます。青さのお味噌汁は気持ちがほっこりして体が温まる最高の一品です。お次はあると嬉しい白菜のおしんこをいただいてみたいと思います。今回白菜のおしんこがしょっぱめなので
やっぱりご飯ですよね。噛めば噛むほど甘くって、日本人に生まれてよかった。今回作ったおしんこがしょっぱめなのでご飯が止まりません。しょっぱめのおしんこだとご飯にもお酒にも合うんだな。しょっぱめのおしんこに甘いご飯、すべてを感じ取り焼酎を吸引します。お次は鮭白子の塩焼きいただいてみたいと思います。北海道の生秋鮭がたくさん出回っておる季節、午前中にスーパーなんかの鮮魚コーナーへ行けば必ずあるのが白子です。これが激安で2つぐらいのパックで150円とかで買えちゃいます。下処理さえしっかりやればこんなにお得にしてうまうまなもんはこの世にございません。で、今回は塩焼きとポン酢、どちらも楽しめる二大巨頭。白子の旨味を焼酎で吸い上げていく。お次は紅鮭のちゃんちゃん焼き。紅鮭の身が柔らかく、箸で簡単にほぐれる柔らかさです。ふんわり柔らかい鮭にえのきシャキシャキ、もやしはとろっとろ。鮭のちゃんちゃん焼きは北海道の郷土料理です。季節の野菜と鮭を味噌で味付けする料理です。実際には鉄板の上で鮭の半身を季節の野菜で覆うようにして焼き、味噌で味付けする豪快な料理のようです。昔から北海道の漁師さんに親しまれていた人気メニューの一つです。本日はえのきともやししか入れていませんが、キャベツ、玉ねぎ、人参、ピーマンなどの季節のお野菜もよく入れて食べられます。鮭のちゃんちゃん焼きは北海道は石狩地方の漁師町が発祥と言われていますが、今では全国的にも有名となり、平成19年には石狩鍋、ジンギスカンとともに農産漁村の郷土料理100選に選ばれています。ちゃんちゃん焼きの名前の由来は諸説あり、ちゃっちゃと作れるから、お父ちゃんが作るから、焼くときに鉄板とヘラがちゃんちゃんという音を立てるからなど、様々な由来が伝えられております。紅鮭、もやし、えのきの旨味を焼酎で吸い込みます。北海道の鮭の歴史は古く、その昔アイヌの人々が貴重な食料源として捕獲していました。今でも鮭の漁獲量は国内トップを誇り、北海道では鮭を使った郷土料理が多く存在します。主に鮭の取れる秋から冬にかけての時期に一般家庭で調理されますが、現在は1年を通して親しまれております。手軽に作れる上、一品で豪華な食卓となり、さらには栄養のある野菜も一緒に食べられることから、幅広い世代から人気がある鮭のちゃんちゃん焼きです。現在はホットプレートやフライパンなどで調理される方が一般的ですが、本日はホイル焼きにさせていただきました。ホットプレートやフライパンで鮭のちゃんちゃん焼きを作ると香ばしい鮭が楽しめ、本日のようにホイル焼きで蒸し焼きにするとふっくらと柔らかい鮭が楽しめます。皆さんは香ばしい鮭とふっくら柔らかい鮭、どちらがお好きでしょうか？コメントで教えてくださいね。お次は鮭の白子の塩焼きに戻ります。鮭の白子の焼きは香ばしく焼き上がっており、表面はカリカリ、中はもちもちっとしていて、様々な食感が楽しめます。香ばしい白子の旨味を焼酎で吸引していきます。お酒が足りなくなってしまったので、
2杯目を作っていきます。麦焼酎二階堂、日本料理には抜群の相性です。炭酸水メーカーを購入してから炭酸水が無限に作れるので、精神的にとっても安心しております。お次は鮭白子のポン酢和えに戻ります。こちらの白子は半生に茹でてあるので、とろっとろの食感が脳みそもとろけさせてくれます。脳みその中で幸せホルモンオキシトシンが溢れ出します。幸せの三大ホルモンの中にオキシトシン、セロトニン、ドーパミンという3つの幸せホルモンがありますが、これはおそらくオキシトシンだと思われます。とろっとろの白子としょっぱ酸っぱいポン酢のうまみ、さっぱりとした大根おろしと柚子胡椒がいいアクセントになります。これはご飯が止まりませんね。今は絶賛ダイエット中で白米をやめ、もち麦オンリーのご飯となっておりますが、味はめちゃめちゃ美味しいです。もち麦はプチプチっとした食感がたまらなく美味しく感じます。さらに白米よりも食物繊維が23倍も保有されているということで、健康にもめちゃめちゃいいです。あおさのお味噌汁は手作り味噌の分、市販のお味噌より味がマイルドで優しくとっても飲みやすいです。お味噌は大好きなので、市販のお味噌を買うよりもおからで作った方が安上がりで経済的にも助かっております。市販のお味噌はおからではなく大豆の中身を使ってお味噌を作っていると思うのですが、おからでお味噌を作れるなんてダイエットにも健康にもバッチリですよね。とろっとろの白子ポン酢を食べたらまた幸せホルモン分泌中。ご飯も箸が止まりません。本日いただいているもち麦はアイリス大山さんから発売されているもち麦です。もち麦食べてみたいなと思った方はね、ぜひ最初は白米に混ぜて炊いてみるのがおすすめです。そんなこんな言ってるうちに完食です。命に感謝してごちそうさまでした。食後のぽっこりお腹の迫力は触ってみると圧巻です。自分でも笑ってしまいます。食後は次の日のバーベキューパーティーの準備をさせていただきます。本日作るのはねぎまです。まずは鶏胸肉に塩コショウで味付けし、一口大にカットしていきます。そうしたらネギも一口大にカットし、串刺ししていきます。鶏肉、ネギ、鶏肉、ネギ、最後は鶏肉の順番で、余ったおネギはネギだけのネギ串を作りました。串刺しが終わりましたらジップロックに入れて空気を抜いて密閉していきます。こんな感じで焼き鳥の串刺しが完了しました。次の日は友人とのバーベキューパーティーということで、早速手作りの焼き鳥も焼き上がりました。早速いただいてみたいと思います。鶏胸肉がプリップリ、そして炭火のジューシーな香りが口の中いっぱいに広がります。ネギも噛めば噛むだけ甘くって焼き鳥の旨味を最大限に引き出してくれます。外で食べる焼き鳥ってどうしてこんなに美味しいのでしょうか。上空のお空には一つも雲もなく快晴でした。焼き鳥を食べた後はしっかりウォーキングです。こちらのお犬様のお名前は
ちょびくんと申し上げます。ちょびくんは秋田犬と柴犬のミックス犬で、とっても力持ち。飼い主様がご高齢で、ちょびくんのお散歩はもう10年ぐらい行けていないそうです。そのお話をたまたまお伺いすることになり、今は私が毎日ちょびくんとお散歩に出かけている、そんな状況です。飼い主様も里親様を探しているという状況みたいなので、大型犬でもお散歩ができる方で、もしちょびくんを飼いたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。私も飼ってあげられるか悩み中です。ちょびくんとドッグランに遊びに来ていたら、私の左膝にトンボが止まってくれました。それでは本日もこの動画を最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またね。